皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。2022年の夏至に大きなシフトを感じているお話をしましたが、予想以上にその波が早く大きく感じるこの頃です。変動期に入ることでアセンションをサポートするライトワーカーも増えてくると思います。そのため今日はライトワーカーについて私が感じている5つの特徴をお話ししたいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリウス中継スタート。ライトワーカーとは地球のアセンションをサポートするために地球や人々に働きかける人たちのことを総称する言葉で、この地上にはスピリチュアルな領域に関わらず様々な分野で光の活動を行っている人たちがいます。地球そのものや人々に光を流したり、意識の目覚めを促して自身の光を取り戻すサポートをしたり、地球の周波数を高めるために不浄な領域をクリアリングしたり、地上のシステムを変えるために表に立って活動する人たちもいます。ライトワーカーの多くは持って生まれた使命に必要な準備を子供の頃から行ってきました。そのため一般的な育ち方をしていない場合が多く、幸せな幼少期を過ごしたというよりも、世の中を照らすために自らが闇の中をくぐり抜けて光の存在へと進化してきた人が多いように感じています。また、特別な能力を磨くために特殊な環境下で育ったり、子供の頃から宇宙や神仏に関わってきたり、精神を鍛える訓練を行ってきた人もいます。ライトワーカーは自らが光を放っているため、その存在自体が光り輝いていますが、使命が発動するまでその光はスイッチオフであるため、時期が来るまではライトワーカーであるかどうかの見分けがつきにくい傾向にもあります。それではライトワーカーの5つの特徴をご紹介いたします。1番、消化体が輝いている。消化体は受信機の働きがあり、クリスタルのような構造をしていると言われますが、ライトワーカーは宇宙からの信号を受信するために、消化体が人一倍輝いています。消化体は脳の真ん中にあるので、頭の上部が輝いて、おでこが光って見えたり、後頭部に5号が指しているように見えたりすることもあります。また、消化体の光はオーラまで広がっていて、パッと見て人の目を引く光や花を持っていることも多いです。2番、目が綺麗。目は口ほどに物を言うという言葉がありますが、ライトワーカーは目で見分けがつくぐらい、目の中に宇宙があるような神秘の瞳を持っています。また、第三の目も開かれていて、3次元のフィルターを通過して、その先にある物事を多次元的に見通す力や、真実を見極める目を持っています。透き通るような神秘の瞳は子供の頃から持っていることが多いと言えますが、育った境遇によって使命が発動するまで一時的にその光を失っている場合もあります。3番、耳が良すぎるか逆に耳が悪い。すべての人にガイドと呼ばれるその人をサポートする存在がついていますが、ライトワーカーには
光の働きをサポートするためのガイドがさらについています。そしてガイドからのメッセージや工事の存在からのメッセージを受信するために、チャネリングと言われる盗聴能力が開いていたり、耳周辺の器官が発達しているため、耳がとても良かったり、逆に耳が悪い場合もあります。4番、人との距離感を保っている。ライトワーカーは光の働きを行うために、3次元の低いネガティブな周波数から自らをプロテクトしたり、ポジティブな状態をキープする必要があります。人との距離感も無意識的に取ろうとするため、人間関係に一定の境界を作っています。これは子供の頃からそうであることが多く、友達の中にいてもうまく溶け込めなかったり、いつも一人ぼっちでいるような感覚があります。そして使命が発動すると、光の働きの時間以外は自分の時間を大切にしている人が多いと言えます。グルと呼ばれる人ほど孤独の境地の中にあると思います。そうでなければ純粋な光の働きができないからです。5番、自分ワーカーではない。近年、霊的な目覚めが進んでいる人が増えて、スピリチュアルな領域で働きを行う人たちも増えてきましたが、その一方でスピリチュアルと称するビジネスも増えてきました。光の働きのためのスピリチュアルでなく、ビジネスのためのスピリチュアル。私はそれをライトワーカーと自分ワーカーという言葉で表現しています。わかりやすく言うと、ライトワーカーは周囲に光をもたらすために活動している人。自分ワーカーは自分自身のために活動している人です。その違いはどこにあるのかというと、視点が外側にあるか内側にあるか、周囲を輝かせたいか自分が輝きたいかの違いです。ライトワーカーは常に外側に視点が向いていて、周囲のために自分にどんな働きができるのかを考えています。また、ライトワーカーは自らが光を放って周囲を照らしているのに対して、自分ワーカーは周囲のエネルギーを集めて光っているようにも見えます。世界に光を流しているのか、それとも自分自身の素晴らしさを伝えているのか、その働きが周囲や社会のためになっているのか、意識の視点がどこにあるのかで、ライトワーカーであるかどうかを見極めることができると思います。以上です。最後の項目について誤解のないように言っておきますが、ライトワーカーの宣伝活動を否定しているわけではありません。光の働きを行うために外側へのアプローチは必要であると思っています。言いたいのは根底にある意識です。そして今回の発信は自分自身への戒めの意味も含めて行っています。それではこの辺りでシリウス中継を終わります。